これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。点検口にあったもの。体験者 K さん、40代男性。僕が4年間住んだマンションを退去するとき、天井裏からとんでもなく気持ちの悪いものを見つけてしまった話を聞いてもらえますか。そのマンションに住み始めたのは2009年のことです。駅地下の3階建てでエレベーターはありませんでした。ワンフロアに2世帯ずつ、全部で6世帯しか入っていない小さめなマンション。僕の部屋は最上階で10畳のワンルーム。家賃は42,000円でした。当時、周りの相場は7万円前後。破格でしたし、僕はギターをやっていたので、最上階なら多少うるさくしても何も言われなそうだな。なんて考えてここに決めました。10畳あると言っても仕事から帰ってきて寝るだけの生活。家具、家電もほとんど置かず、寝床とタバコを吸うスペースと冷蔵庫があれば完結していました。僕が入居した時、隣は空室だと聞いていましたが、少しして若い女性が入居したようでした。話したことは一度もありませんでしたが、ショートカットの綺麗な人です。ただ、少し気まずい関係で、僕が換気扇の下でタバコを吸っていると、匂いがするのか、彼女が部屋の前を通るたびに、コホンコホンって咳払いが聞こえてくるんです。隣の人、俺が吸ってる時だけ毎回咳払いしてくるな。僕が悪いのに、そんなことを考えていました。それから、下の階にはガテン系の兄ちゃんたちが3、4人で住んでるのを知っていました。その人たち、土曜の夜になると、窓を開けて楽しそうに酒盛りをしながらタバコを吸うんです。僕としては、タバコを吸う仲間がいるという安心感があって、うるさいどころか仲良くしたいな、くらいに思っていました。部屋に住み始めて4年経った2013年。仕事が変わって職場が遠くなるタイミングで、僕はこの部屋を退去することにしました。当時ネットでは退去費用をぼったくられたなんて話がよく問題になっていました。僕はタバコを吸っていたので、部屋の壁は正直ヤニで真っ黄色です。退去費用の査定には仲介業者の営業マンと大家さんの代理のような人が来て、やっぱり厳しい目で部屋を見ていきました。これは結構請求されるんだろうな、と構えていた僕はダメ元で交渉してみました。この壁、多分最初からこうだった気がするんですけどね。ちょっとクリーム色でしたよね。いえ、真っ白です。入居前の写真もあります。ああ、そうですか。まあ、争うつもりはないんですけど。交渉失敗かと思いきや、やりとりを続けていたら、退去費用が
2、3万円下がったんです。行ってみるもんだなぁ、と思いました。この時の営業マンは優しい人でした。少しラフな感じもあって、こんな提案までしてくれました。次の入居者はすぐには決まらないと思うので、忘れ物があったら電話してください。同じように立ち会って、さっと取るだけなんで。鍵もどうせ交換しちゃうんで、K さんがそのまま持っていていいですよ。ただ来るときは一方だけくださいね。今思えば時代も緩かったんだと思います。退去の日も同じ営業マンが最後に部屋の中を確認する立ち会いに来てくれました。最後に忘れ物ないか軽く一緒に確認しましょう。僕の部屋には大きめのクローゼットとその横に布団をしまうためのものなのか昔ながらの押し入れがありました。ここを使ってました？いやほぼ使ってないですね。彼はクローゼットと押し入れをちょっと開けて、じゃあなんもないですね。と言って適当に閉め、最後までラフな感じで立ち会いは終わりました。でも数日後、やっぱり忘れ物があったんです。友達にギターを一本くれないと言われて思い出しました。ナイロンでできたギターのソフトケースを折りたたんでクローゼットの奥に突っ込んでいた気がしたんです。ケース自体が真っ黒ですし、立ち会いの時はクローゼットの中も暗かったので気づかなかったのかもなと思って電話をしたら、いいっすよ。見に行きましょう。と、また同じ営業マンが立ち会ってくれることになり、すぐに見つかりました。この時、僕は安堵感からか、タバコを吸っちゃっていいっすかと聞いちゃったんです。最初は部屋の壁の色をごまかしていたくせに。でも、その営業マンもタバコを吸う人だって知ってたし、いい人だったんでね。いいっすよ。俺も吸います。どうせ壁紙張り替えちゃうんで。なんて言ってくれて、窓を開けて、二人で吸い始めました。一応、静かめでお願いしますね。僕が吸ってるのバレたらやばいんで。そう言いつつ、僕らは一本どころか何本も吸っていました。この時、部屋の扉もクローゼットも全部開け放していました。大きな窓が二つに小さな窓が一つある部屋だったので、西日がすごい差し込んでいて、明るい中で部屋を見渡せたんです。この部屋、こんなに広かったんだな。伽藍堂の十条を眺めながら考えにふけっていると、自然と押し入れの上に目が行きました。それは天井裏へ続く点検口でした。あれの上ってどうなってるんですかね。見たりしてないですか？あそこにお札があるかもなんて言って確認する入居者さん結構いますよ。
最後に確認しておきますか。押し入れの中段に立てば、なんとか覗けそうな高さです。興味が湧きました。開けてもらっていいですか？営業マンが押し入れの中に入り、点検口を開けて顔を突っ込みました。何もないですね。いや、なんかあります？彼がガラケーのライトで天井裏を照らして言いました。K さん、あそこになんか置きました？いや、何も置いてないですよ。置くわけないじゃないですか。じゃあ、前の人かな。わかんないですけど、なんかありますね。気持ち悪いな。僕が覗かせてもらうと、大人が張って、なんとか進めるくらいの高さの空間が、天井の上に広がっていました。確かに、部屋のちょうど真ん中あたりの位置に、黒い何かがあるんです。でも汚そうだから、二人ともあそこまで張って行きたくはない。下に竹ぼうきがあったんで、僕取ってきますよ。多分、大家さんのものですが、僕は1階に置いてあった竹ぼうきを拝借してきて、営業マンに渡しました。ところが、その黒い何かが重いようで、手繰り寄せるのに時間がかかっています。もう僕、汚れてもいいですわ。最後は交代して、僕が手繰り寄せました。出てきたのは、スマホくらいの大きさの黒い塊。これ、すずりですね。習字の時に墨をする、あの、すずりでした。正直僕は、お札でも出てきたら怖いな、と思っていたので、なんだ、すずりか、と、興味がなくなっていました。でもよく見ると少し変で、すずりの墨をする斜めの部分で、墨がべったりと固まって盛り上がっていたんです。なんだろう、これ。彼はまだ気になっているようでした。もういいですよ。あったところに戻しておけば。いやー、それはちょっと、多分言われちゃうんで。これ僕、会社に持って帰らないといけなくて。そう言いながら、彼がその固まった炭をつまんで取った瞬間、カピカピに乾いた墨汁がかさぶたみたいに剥がれました。K さん、これ何かを潰してますね。乾いた炭がパラパラと落ちます。そして中から出てきたのは小さく折りたたまれた写真だったのです。うわ、気持ち悪い。固まった炭の下に埋め込まれていた写真。開いてみると男性と女性が写っていました。カップルのどこにでもあるような普通の写真です。
ただ一つ気持ちが悪いのが、その二人の顔の部分だけくり抜かれていたんです。僕はピンときました。これ、呪いとかじゃないですか？触っちゃいましたよ。捨てちゃっていいんじゃないですか？と、僕は言ったんですが、彼はそんなことはできないと言うんです。呪われたら嫌なんで、一応上司にこのまま会ったことを報告します。すずりも会社に持って帰ります。気持ち悪いものを見たな。この時、僕はそう思いましたが、夕方の西日で部屋が明るかったのもあって、怖くはありませんでした。ところが数日後、また忘れ物をしたかもしれないことに気づいて、僕はあの部屋に戻ることになり、もっと気持ち悪い思いをしたんです。今回忘れたのは一冊の本でした。引っ越し先をどれだけ探してもないんです。まだ自由に取りに来ていいと言われていた期間だったので、ダメ元で電話をしました。すみません、K です。もう部屋に忘れ物ってなかったですよね？いやー、なかったと思いますけどね。そうですか。でもどうしてもないものがあって、そのやりとりの流れで僕はふと思い出し聞いてみました。そういえば、あのすずりってどうなったんですか？ああ、あれっすね。あれ、うーん。急に言葉を濁されたので、僕は話を戻しました。もう一回だけ部屋を見たら本があるかないか納得できるんで、いいですかね？ああ、それは全然いいですよ。約束の日、やってきたのはいつもの彼ではありませんでした。仲介業者の方ですか？はい。いつもの担当者が来られないので、代わりに来ました。初めて見る方でした。3階まで上がって、もう一度鍵を開け、くまなく探すと、玄関の備え付けの下駄箱の中に僕の本があったんです。本は見つかりましたが、どうしてもあのすずりのことが気になります。それとなく聞いてみました。そういえば、この間、ここの天井裏にすずりがあって、中から気持ち悪い写真が出てきたんですけど、あれってどうなりました？え？写真？知らないです。すずりが出てきたんですか？ケロッとした顔で、そう言うんです。いやいやいや、知ってますよね。あれ、相当気持ち悪かったですもん。写真のカップルの顔がくり抜かれてて。いえ、その報告は受けてないです。あの人僕の先輩なんですけど、多分、その情報共有はできてないですね。すみません。と、謝られてしまいました。点検口を開ければわかりますよ。天井裏に
すずりがあった跡とか、ほこりが動いた跡が残ってるんで。本当ですか？いやでも何もないと思いますよ。人がいたらどうします？そんな冗談を言って笑いながら、僕は点検口を開け、驚きました。そこには断熱材がびっしりと詰まっていたんです。グラスウールという壁の中に詰める断熱材です。僕の実家が建築屋だったので、見てすぐにわかりました。この間まで大人が這って進めるくらいの空間が確かにあったのに、今は手を入れる隙間もないくらいみっちりと詰め込まれています。へえ、2、3日前の話ですよ。こんなことあります？K さん、この部屋、暑かったとか言いました？いえ、そんなこと言ってないですね。確かに古い建物だから、多少は暑かったですけど。断熱材を入れるとしたら、オーナーさんですね。うちが勝手にやることはないので、オーナーさんに何かしらの話が言って、やばいと思って塞いじゃったっていうパターンだと思うんですけど、ただこれだと点検口の意味がないですね。彼の話を聞いていて、僕は隣の部屋のことが気になり始めました。これだと隣の部屋の天井裏ってどうなってるんですかね？隣も断熱材で点検口が塞がれてるってことですか？それはちょっとわからないです。隣の部屋も急にこんな綿が詰められていたらやばくないですか？住んでて気持ち悪いですもん。隣の女の人に聞いてみてくださいよ。すると彼は少し困ったように言いました。隣の部屋の鍵を会社に戻って持ってくれば開けられますけど、さすがにそこまでは。ご希望でしたらやりますけど、多分上司の許可が出ないと思いますよ。いやいや、部屋を開けなくても、そもそも住んでるじゃないですか。彼女本人に聞けば、住んではないです。え？住んでないです。は？女の人住んでるじゃないですか。住んでないです。僕がタバコを吸うと咳払いしてくるショートカットの女性、あの人です。顔も見たことがありますし、自転車に乗るのだって見ていました。あの女の人がいないってどういうことだ？じゃあ、下の部屋はガテン系のお兄ちゃんたちが3、4人住んでるでしょう。あと1、2時間したら帰ってくるでしょうし、聞いてみたらわかりますよ。下も住んでないです。え、住んでないです。少し強い言い方でした。さっきまであんなににこやかに話していた人の態度が急に変わったんです。僕はただただ気持ち悪いと思いました。もしかしたら僕がしつこく食い下がったので、めんどくさい客だと認定されて、本当は隣も下も住んでるのに適当に
あしらわれただけなのかもしれません。ただ、もしそうだとしたら、演技がものすごく上手い人だと思います。あのマンションは今もあります。家賃は少しだけ上がっていました。怪談朗読イベントをやります。動画概要欄の URL から詳細の確認、チケット購入ができます。皆様のご来場お待ちしております。よろしくお願いいたします。事故が多い路線。体験者 N さん、50代男性。私はお寺の住職をしています。こういう仕事をしていると、幽霊を見たことはありますかとよく聞かれるのですが、お寺やお墓でそういうものを見たことはあまりないんです。ただ、バスではちょくちょく奇妙な体験をしています。ちなみに私、お寺の住職に加え、鍼灸院もやっています。お寺ってね、割と空き時間もあるんで、兼業してるんです。鍼灸院はお寺の敷地内にあります。でも数年前まで、その鍼灸院はお寺から車で10分の距離にありました。これはその当時の話です。結構な雪が降ったある年の2月。私の車はスタッドレスタイヤを履いていなかったので、その日は鍼灸院までバスで出勤することにしました。お寺の近くのバス停で待っていると、バスが来る少し前からなんだか変な感じがしてきました。ゾワゾワ、ビリビリと体が静電気でも帯びてるようで何とも言えません。寒いからかな。なんだこの感じ。違和感を覚えながら待っているとバスが来ました。私は列の一番前に立っていたので、ちょうど目の前に乗り口が来て扉が開きました。雪の日のバスでしたので満員でした。これは乗れないかな。そう思っていると、乗り口のすぐそこに立っていた女性が少し後ろに下がって場所を譲るように動いてくれたんです。いやー、それでもきついかな。っていうか、ずいぶん趣味の悪いカバンだな。女性が肩から下げていたカバンが暗い青色で変な柄だったんで、やけに気になってしまい、じーっと見て私は気づきました。それはカバンではなく、若い女性の横顔だったんです。バスに乗っていた女性の体の脇の下から腰のあたりまである大きくて真っ青な横顔。それがズルズルズルと横にせり出してきて、髪がふわっと揺れました。そして目だけ動いて私を睨んだんです。気持ち悪い。私が思わず後ずさりしていると、
扉が閉まって、バスはそのまま行ってしまいました。何だったんだろう、今の。その横顔は、絵としか思えないような平べったいものでした。だから私は最初、カバンと勘違いしたんだと思います。バスで立っていた女性自身は、ごく普通の方に見えました。しばらくして次のバスが来て、それほど混んでいなかったので、今度は乗ることができました。走り出してバス停を2つほど過ぎたあたりでした。道の先にさっき私が乗れなかったバスが止まっていたんです。交通事故を起こしていました。怪我をした乗客もいたようで、救急車も来て騒ぎになっています。事故を起こしたバスに乗っていたあの気色の悪い横顔。あれは私に乗るなという警告を出してきていたのか、それともあれのせいで事故が起きたのか、どちらなのかはわかりません。それから4ヶ月経った6月のこと。その日は夜に飲みに行く予定があったので、車ではなく、またバスで鍼灸院へ向かうことにしました。やってきたのは、あの時と同じ路線バス。今度は空いています。私は進行方向右側の前の方の席に座りました。乗客は他に3人。2つ後ろにサラリーマン風の男性。通路を挟んだ左側の席に女の子。同じく左側の一番手前に年配の女性が座っていました。バスが走り出して少しすると、突然女の子が、怖い、怖い、怖い、と叫んで席から立ち上がり、車内を歩き出したんです。様子を見た感じ、少し発達に特性のある子のようでした。運転手さんが席に座るように注意のアナウンスをしましたが、女の子は怖いと言いながら歩き続けています。すると、バスが交差点に差し掛かり、急ブレーキをかけたんです。女の子はゴロゴロゴロとでんぐり返しのように前へ転がっていって、一番前の料金箱にぶつかってしまいました。その瞬間、私のすぐ後ろから女の人の笑い声が聞こえたんです。語尾が上がった本当に楽しそうな笑い方。振り返っても私のすぐ後ろには誰も座っていないんです。二つ後ろの席で男性がきょとんとした顔をしてるだけ。でも本当にすぐ後ろでないとおかしいくらいの距離から聞こえた声でした。バスは自転車と接触してしまって急ブレーキをかけたとのことでした。幸い大きな怪我をした人は出ませんでした。でも私は
ハッとしました。あの時と同じ場所だ。その交差点は4ヶ月前、あの真っ青な女の横顔を乗せたバスが事故を起こした場所だったんです。家賃払え。体験者 T さん、30代女性。先にお伝えしておくと、私が住んでるマンションは事故物件でも何でもありません。それなのに、ちょっと不思議なことが起こるというお話です。数年前、少し便利なところに住もうと思って、都内のマンションに引っ越してきました。家賃は前の家より2万円ほど上がりました。住み始めてすぐ気になったのは玄関のライトでした。人が通るとセンサーが反応して自動でつくタイプのよくあるライトなんですが、誰も通っていないのに勝手につくんです。最初は気のせいかなとか、虫か何かがセンサーの前を通ったのかなと思っていました。でもそれが頻繁に起こるので、だんだん気持ち悪くなってきて、せっかくの便利な機能でしたが、私はセンサーを切ってしまいました。別の話で、その玄関の横にある換気扇から夜に男の人の声が聞こえてくることがあるんです。誰かと怒鳴り合ってるような声。繁華街だと人の話し声や笑い声が聞こえてくることってよくあるじゃないですか。でも私の部屋、7階なんです。周りも割と静かな場所なんで気持ち悪いなと思って。あと、エレベーターでもおかしなことがありました。1階からエレベーターに乗ろうとしたら、スーツを着たサラリーマン風の男の人が一緒に乗ってきて、その人は先に6階で降りて、私は7階で降りました。私の部屋はエレベーターのすぐ近く。そしてうちのマンションのエレベーターは外から中が見えるガラス張りです。降りてすぐ玄関の鍵を開けようとしていたとき、8階からエレベーターが降りてくるのが見えました。その中にさっき6階で降りたはずのあの男の人が乗っていたんです。エレベーターのすぐ横には階段があります。もし6階から8階まで駆け上がっていたなら、足音がしてさすがに私も気づくはず。それに階段を使ったとしてもあまりにも早すぎます。勘違いかもしれないけど、引っ越してきてからいろいろあったんで、なんだろうと引っかかったんです。そしてある土曜日、決定的におかしいと思う出来事が起こりました。その日、私は朝の8時半までぐっすり眠っていました。起きて何気なくスマホを見ると、母から着信が何件も
入っていたんです。何かあったのかな。電話をかけてみると、母がものすごく焦った声で出ました。あんた、何回もかけてんのになんで出ないの？もうちょっとで救急車か警察を呼ぶところだったよ。私には何が何だかわかりません。よくよく聞くと、こういうことでした。私が起きる1時間前の朝7時半ごろ、母は電話の音で目を覚ましたそうです。私からの着信でした。電話に出ると何も聞こえず、母がどうしたのと聞くと、お母さん、お母さん。女性の声で呼びかけてきて、そのまま電話は切れたそうです。それが私の声だったかどうかはわからなかったと言います。娘に何かあったのかと思った母は何回も私に電話をかけましたが、全然繋がらない。そんな話を母からされたものの、私は眠っていたので電話をかけた覚えなんてありません。どういうことなんだろうと思い、母に何時と何時にかけてきたのと着信があった時刻を聞きました。すると朝の7時半頃から4、5分おきに母の携帯に5回着信があったと言います。私は私で自分のスマホの発信履歴を見ると、かけた覚えのない母への発信が同じ回数確かに残っていました。ただおかしいことがあって、母がこの時間にかかってきたという時刻と私の履歴に残っている時刻が合わないんです。1分、2分の違いではなくて、明らかにおかしいくらいずれている。お母さんが言ってる時間とこっちに残ってる時間が全然合わないんだけど。そう言うと母は、ふざけないで、気持ち悪いこと言わないでよ。と言って、この話はそれで終わりました。母はそういうことを全く信じない人なんです。こういった現象が住み始めてから3、4ヶ月で立て続けに起きました。事故物件を検索できるサイトでうちのマンションを調べたこともあります。でも何も出てきません。気持ち悪いし、引っ越してきたばかりだし、便利なところに住もうと思って、家賃だって2万円も上がったのに。私はだんだん腹が立ってきて、ある日部屋の中で思わず言ってしまったんです。ここに住むんだったら家賃くらい払え。本当に声に出して言いました。そうしたら、それから不思議なことがピタッと起きなくなったんです。私はまだこのマンションに住んでいます。ただ、
玄関のセンサーライトは今も切ったままです。また勝手についたら住めなくなってしまいそうな気がするんで。テールランプ。A さん、20代、男性。私の姉が子供の頃に体験した話です。ある夜、用事があって姉は叔母の運転する車に乗って北関東の山を越えていました。山といっても何十分もかけて抜けるような長い道ではありません。でもその日に限って走っても走っても山を抜けられず、その先の目的地である市街地にたどり着けないんです。道を間違えたのかなと思ったそうですが、叔母の車にはカーナビがついていなかったので、仕方なくそのまま走り続けていると、前方に車のテールランプが見えてきました。車が走ってるということは、この道は一応どこかへは抜けている。このままついていけば大丈夫だろう。叔母はその車の後を追うような形で走り続けたそうです。しばらくして分かれ道が見えてきて、前の車はそちらへ曲がっていきました。あんな分かれ道あったっけ？叔母は疑問に思ったそうです。それに、その道が町の方へ続く道ではないこともなんとなくわかり、そこでついていくのをやめ、まっすぐ走ることにしました。すると、割とすぐに市街地へ出たのです。後日、日中に叔母と姉が同じ山道を通ったとき、またあの分かれ道を見つけました。それは車が通れるような道ではありませんでした。見えたのは、ただ藪の中へと続く獣道。そして十数メートル先は崖になっていたそうです。はい、どうも皆さんこんばんは、ごま団子です。翔太です。はい、兄弟でチャンネルを運営しております。運営してます。さあ、まず最初の話は、点検口にあったものでした。はい。点検口っていうのは、お風呂場の天井にあるやつとはまた別だもんね、あれね。あれも点検口の一種だよね、多分。あれもそうなのか。うん。あるよね、四角い、ちっちゃい、出入り口みたいなのあるよね。裏話がですね、点検口を開けたらぎっしり詰まってた断熱材。実家が建築屋の K さん曰く、まあその断熱材って実は誰でもこう買ってきて詰めるだけの1時間以内でできる作業なんですって。だから吹きつけるとかそういうことじゃなくて、まあそれを買ってきてこう本当にポン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 入れていくと。ただ、まあその2、3日しか経ってないので、その急いでここにこう詰めなきゃいけない理由がわからないし、まあ、怖いっていうよりかは、まあご本人が言ってたのはもうただただ気持ち悪い話なんですよねっていうことでしたね。
なんかその、すずりがあった場所を隠そうとしてる感がちょっとあるよな、なんかね。もし、まあだからオーナーしかいないって言ってたじゃん。もうやるとしたら。不動産の仲介会社はそんなことやらないです、みたいな。だからオーナーさんが何かしら知ってた可能性あるよね。そのすずりに関して。なるほどね。なんか見られちゃったんだっていうので。で、今後何かしらさらに出てこないようにみたいな。それがひょっとしたらだから伝わったのかもしれないよね。そうだろうね。上司に伝えるって言って帰ってったから、上司から、まあオーナーに多分話行くもんね。ね、すずりがあったらしいんですけど、なんか知りますかとか。そう。で、なんかあって、急遽詰めることになったとかね。オーナーさんがなんかいろいろ知ってそうな感じだね。ね。でね、まあ、散々ね、ちょっと緩めでサボりたいっていうのもあって来てくれてた、元々の担当者が来なくなったっつうのも、なんか聞いたのかもね。もしかしたら。ね。オーナー側から何か事情を。で、まあそんなに公にする話じゃないからっていうので下まで行ってなかったっていう可能性もあるし。触れちゃいけない話になってるのかもしれないね。さあ、そして次のお話は事故が多い路線でした。はい。まあ、描写がすごいね、リアルだなと思いましたね。最初、なんか変わったバッグ下げてんなと思って見たら、それが、まあ横顔だったと。ね、でこの方ね、住職だけど、お寺やお墓では、まあ、あまり幽霊とかを見ないっていうのも、まあ、本編であったけど、むしろ地下鉄とかバスとか乗り物でよく奇妙なことが起こるそうで、見えた時は割と平べったく見えるんですって。立体的じゃないんだ。そう。だから、バスで見た青い横顔の女、これも平べったく見えてるんですよね。そう。だから最初カバンだと思ったと。なるほどね。裏話はですね、この事故があった交差点付近で別の怖い体験もしたそうで、昼間ね、歩いてたら、こう、外国人にこう手招きされたんですって。で、何ですかっていう感じで近づいてって、指さした先を見たら、木の枝に人がぶら下がっていたって。で、外国人がね、まあ、なんとなく自分は警察に電話の仕方がわかんないから頼むよっていうようなことを、まあ言われて通報したと。で、事情聴取されることになって、自分が。で、まあ、どういうことなんですかねってこっちも聞いてたら、まあ、どうやら前の晩からずっとぶら下がってたらしい。まあ、結構わかりやすい場所なのに誰も気づかなかったって。で、外国人の方が気づいた。ですって。っていう話があったり、あとまあ、同じ場所でね、公衆トイレがあるんですって。で、そこで昔自分の体を焼いて亡くなった方がいて。すごい死に方だね。で、ずっとしばらくね、コンクリで入り口塞がれたまま使われていなかったんですけども、最近撤去されたんですって。コンクリで入り口塞ぐっていうのもまたすごいいいですね。なんとも強引というかコンクリ、そうね。なんかさ、板で塞ぐとかなんか見たことあるけどさ、コンクリってすごい強い意志を感じるよね。そうだよね。絶対に入れさせないっていう意志を感じるよな。すごいよな。まあ場所がいけない何か呼び寄せてる説もあるよな。こういうのも聞いちゃうと。そうだね。何かしらいろいろ起こりすぎてるような気もするよね。その交差点付近で。ねえ。さあ、次のお話は家賃払えでした。はい。幽霊に起こるというお話でしたけどもね。最後の最後で。ここに住むんだったら家賃払えっつって。結構切れてるね。結構切れてるよね。だって誰もいない部屋でこれを言ってんだもんね。でも実際にその会談会でお会いした時にこの方と、全然そう起こるようなね、
突然切れたりするようなタイプには見えなかったよね。全然見なかった。優しそうな感じの人だったよね。そうそう。本当にイラついてたんだろうね。いや、本当に相当来てたんだと思う、もう。この人怒るってことは、みたいな。ストレスもあるだろうしね、多分ね。いろいろ怒ると。もうそれで本当にね、何も起こんなくなったっていうのがね。まあでもこれもどうやってやってんのかってすげえ不思議だけどね、幽霊が。人のスマホをいじってわざわざお母さんっていうのを探して、お母さんって登録してたのかな、聞けばよかったな。今思ったけど。確かにね。ね。この人だって多分この幽霊ってお母さんつってるもんね。そうだね。ね、お母さんって登録されてたのかな。そっか、登録されてるその電話番号の名前がお母さんっていうことで、まあ幽霊が自分のお母さんだと思って電話をかけたっていうパターンもあるのかね。あるかもね。って今思ったの。電話に記載されてる名前がお母さんっていう名前じゃなくて、本名だったらまたちょっと違ったかもしれないしね。ね。自分のお母さんだと思って電話をかけたっていうパターンがあるのか。幽霊側が。あるかもね。さあ、次の話はテールランプでした。はい。山の話結構あるよね。結構聞くもんな。そのままずっとついてったらちょっと危なかったっていうことだよね。そう。崖になってたってことだから。テールランプ前走ってるから大丈夫かなーってそのまま飛び出していっちゃってたってことだよな。シュファーンつって。そのまま。結構なスピードでフワーって。ってまあ、だからこういうパターン結構あるんだろうね、世の中にはね。事故とかね。引っ張られちゃうじゃないけどさ。死ぬつもりなくて亡くなってる方相当いるよね、多分こういう話聞くと。いると思うよね、なんかね。裏話が、この山の話ね、怪談を聞く回で聞いたとき、話してくれた人がね、この舞台となった山が、わからないと。ちょっと、この山かあの山だったんですよねって2択まで絞れてたんだよね。でこの本人思い出せないままで、会場でね、俺がね、いや、そのどっちかの山、もし僕とかが行ったとき、いや、怖いですね、みたいな。どっちかわかんないし、みたいな。って言ったら、急にテールランプが見えたらその山ってことですねって言われて、なんかそれが怖かったんだよね、俺。怖っと思って。テールランプ見えちゃったら、みたいなさ。いい答えですね。階段っぽいよね、ちょっと。はい。ということで、本日の心霊は以上となります。はい。メンバーシップ動画やっております。メンバーシップになっていただくと、この本編では入りきらなかったトークの数々が収録された動画がアップされております。はい。まあ過去にもいろいろもうすごいアップされてるので、そうです。まあ今から登録して聞くのもかなりいいんじゃないでしょうか。かなりいいんじゃないでしょうか。よくわかんない日本語ですけど。裏話とかもいっぱいしております。そうですね。よかったら聞いてみてください。さあ、そして、朗読イベントもやらせていただきます。9月27日。まあ、こちらも東京新宿で、僕一人が開く怪談朗読イベントです。はい。これはね、お客さんが何かするとかじゃなくて、ごま団子が話す怪談をみんな聞いてくださいっていう。ただ、それだけの、回ですね。まあ、詳細とか、あと、応募フォームの URL はですね、概要欄の URL から、飛んでいただくとわかると思いますので、よかったら見てみてください。はい、そんな感じで、じゃあまた次の心霊でお会いいたしましょう。ごま団子と翔太でした。おやすみなさい。